報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第43話決戦。国の方向。バルスルグが翼を打ち鳴らした瞬間、世界が裏返ったかのような衝撃が山を揺らした。斜面を這う吹雪が逆巻き、雪面に幾重もの裂け目を刻む。来るぞ。ユーマは雷光の剣を盾の円にかけ、身を沈めた。竜の顎に蒼白の光が収束し、凍てつく本流がほとばしる。つららの盾が直撃を防ぎきる。だが、雪崩を何倍にも厚くしたような一撃に、盾面が悲鳴を上げ亀裂が走る。ユーマは歯を食いしばり、膝が砕けそうになるのをこたえた。くそ持たない。盾の外角がはぜ、破片が頬を裂く。血が雪に落ち、息が白く凍る極限の中、腕を押し込む。リーナ。呼び声に応えてリーナが走り、セレスの栄翔が吹雪を割る。氷霊予想球をうがて、氷槍の雨。空間から無数の氷槍が形をなし、音を置き去りにしたスド。下流の胸と翼を貫く。バルスルグが雷鳴にも似た方向を上げ、魚体をのけぞらせた。生まれた隙を逃さず、ユーマは剣を抜いて踏み込む。雷替えを伝い、足元に青白い稲妻が吹け散った。竜が爪を振るい、斜面が割れる。風圧だけで盾がくしむが、盾に咲いたつららが反射的にほとばしり、竜の鱗を凍らせる。今だ。イーナがくるりと身を翻し、腰の短剣を抜いた。歯が雷鳴をはらみ、まどかの光をまとう雷。リーナの影が失雷のごとく竜の側面へと滑り、鱗の隙間に歯を突き立てる。青白い火花が竜の筋肉を痙攣させ、魚体がわずかに揺らぐ。ユーマはその刹那、剣を天に掲げた。空が裂け、稲妻が剣心へ吸い込まれる。腹底から雷鳴が吹き上がり、これで終わらせる。雪面を蹴り、一気に飛び込む。剣線が振り下ろされ、雷撃と氷霜が交錯。世界が一瞬だけ白と青の閃光に包まれた。歯が竜の胸を裂き、稲妻が体内を山脈を打つような方向が響き、バルスルグの巨体が雪原に膝をついた。ゆく煙が舞い上がり、静寂が訪れる。稲妻の余韻が消え、山嶺は嘘のように静まり返った。ユーマは盾に体を預け、深く息をつく。胸の奥では心臓が暴れ、手のひらには剣を握った熱が残る。イーナは弓を吹き抜き、竜の動きを探るように一歩前へ。セレスは膝をついたまま、次の術式を編もうと息を整えた。バルスルグがゆっくりと首をもたげた。吐息が白い霧となって漂う。舞い落ちる切片が火を受け、先ほどの手動が幻だったかのような錯覚を呼び起こした。剣を収めよ。音の子。大地を震わすハスの声が、なぜか澄んだ水面のように静かだった。汝が震う雷と氷かつて見た光と同じ。時を超え、盾は再び選ばれたか。氷の王と呼ぶにふさわしいその姿は、戦いの熱をそぎ落とした瞬間にこそ神々しい。ユーマは息を飲み、剣をゆっくりと下ろした。リーナも竜の瞳から敵意が消えたのを幸也を戻した。氷霊の子よ、そなたの村ががおなで呼び、恐れ、そして祈った日を忘れたか。その響きには、長い時間を生きてきた者だけが持つ深い余韻があった。セレスの瞳が揺れる。バルスルグ、伝承に記される雪山の王。そう、川氷鱗をバルスルグ、数百の冬を見守り、数多の勇者を試した者なり。竜は傷ついた翼を緩く畳み、四つ目を雪に沈めた。幾度も来た力なく者、欲深く者、盾を求めては雪に飲まれ、骨さえいてちぎった。だが、青い瞳がユーマを射抜く。そこに宿るのは、澄んだ敬意だった。
今はもう形ばかり。勇者の時代は雪にゆすもれた。だが盾は眠り続け、再び手に取るものを待っていたのだ。ユーマは目をそらさず言葉を返す。俺たちはただ裏を、仲間を守りたかった。それだけだ。氷の時を遡れば、かつてこの地を救いし青木立の勇者もまた同じ目をしていた。青木立、ガルスルグはかすかに笑った。あとはもうその名を忘れたか。だが汝の手にある盾、その輝きは古き勇者の意志を受け継ぎ、新たな使命を刻む。宿命は巡るのだ。ユーマよ、汝は過去の影ではなく未来を織る者として現れた。セレスがかすれ声でつぶやく。まるで盾が彼を導いたかのように。竜はゆっくりとうなずく。歩む道を見定めよ。剣に頼るのみならず心を持て。表現の静寂が汝の迷いを移すだろう。ガルスルグが長大な首をたわめ、ユーマに顔を近づけた。吐息が冬の嵐のように頬をなでる。汝が試練を越えたゆえ淡い光を沈めた。だが忘れるな。氷と雷は使う者の心一つで世界は凍土にもなる。セレスが肩越しにリーナという間を見やりながら問う。あなたは盾を奪い返しに来たわけじゃないのね。奪う必要はない。盾はすでに汝らと共にある。宿命は新たに編まれたのだ。伝説は終わらぬ。姿を変えて続くのだ。竜の眼差しが微笑みに似た柔らかさで揺れた。いずれ再び嵐が訪れよう。その時盾は汝の意志を映す鏡となる。故に心を磨け、音の子。そして雷を操る弓の娘、氷を友とする魔女よ。ユーマは胸の奥が熱く満たされてゆくのを感じた。汝らが剣を持って打つのみのものならば、川この峰を雪塵に沈めていたであろう。だが竜はユーマたちを順に見やり、静かにうなずいた。戦いの最中、川見た。恐怖よりも強き願いを。目には守るべきものが映っていた。ならばかもまた答えよう。リーナが小声でつぶやく。答えるって。竜は静かに宣する。今ここに氷鱗の目を結ぶ。この峰より吹き下ろす風を霊鎧とし、汝らの里をくるもう。快適あらばいてすけ、災いを封じる。竜の瞳がきらめく。これは報奨ではない。芽生えつつある可能性へかける試しだ。歩みをやめればこの守りもまた無産するだろう。青い鱗の曲が緩やかに立ち上がる。尾が雪面をなぎ、白い粉塵が舞い上がった。では風と氷を使わし、名役の証としよう。竜の喉奥が低くなり、吐息が峰を覆う雲を裂いた。次の瞬間、山頂から青白い光の筋が谷へと流れ落ち、村の上空で淡く弧を描く。まるで氷の天骸が里を包み込むかのように、セレスが息を飲んだ。これが守護の霊竜。続く。次回第44話、氷竜